い、どうでしょうか。お父さん、こんな感じになりました。すごい綺麗。はい、この家のキッチン収納のポイントはズバリこの棚でした。今回の週末ビフォーアフターは一軒家5人家族のキッチンの解決編でございます。前回この家のママがキッチンに新たな食器棚を購入し収納を頑張ったのですが、入りきれてないものがリビングにあふれていました。この入りきれていなかったラスト侍をキッチンの敷地内に戻しつつ家事効率が上がるキッチン収納を作ってまいりましたので、そちらの模様をご覧ください。どうもはじめまして、ご主人。はじめまして。最後にお会いできてよかったです。もうこんなところになんなんですけど、どうですか、部屋の感想というか。部屋はもう最高最高ですか。もう本当毎回言ってもらってすいませんね。もう本当に母ちゃんも笑い上手だし、最高の夫婦だなということで、はい。これまで3回にわたって大改造やってきたんですけど、あら、お母さんお帰りなさい。ちょうど今からこの家の最終回を撮ろうと思っているところで、もう上手に帰ってきて、ということで、今日は一日、キッチンの方をやらせていただいて、食器棚買ったっていうんで楽勝かと思ったら、どんだけ食器持ってんねんって話でですね、食器の数と食器棚の量が全然見合ってないっていうか、おしゃれを追求する女でですね、なんなら私ね、さっきのお昼休みは逃亡しようかなと。すいません、お話が長くなったんですけど、はい、この家の大改造見ていただきたいと思います。どうぞ。はい、どうでしょうか。お父さん、こんな感じになりました。すごい綺麗。何もないね。何もない。てかお父さん、私たちこれやるのに3分の2は掃除でした。入れる時間はほんと最後の1時間でずーっと掃除してました。はい、もう本当にね、面白い。そうよ、もうね、もうなんかもう物がいっぱいあったせいでですね、全く掃除が行き届いてなくてですね、もうキッチン中が油まみれで、私は基本的に収納する前に綺麗になってないと入れないっていうポリシーがありまして、本当に掃除に時間かかっちゃって、見てくださいお父さん、これ新品みたいになってますよ。これはね、シンクの中もピッカピカですよ。食器棚を新しく買って、なんですかね、この家ってどうしても腰下にばっかり、物が入る場所があったんです今までね。で、私も動画いただいた時に、もうご主人がご飯の後にコーヒー飲むのにものすごく中腰になってカップを出していたシーンを見てですね、お父さんもこれからもね、子供たちのために一生懸命働かなきゃいけないということで、この家もですね、なんだかんだ言って飲むものばっかりだったんですけれども、はい、まずはですね、今まで、食器棚をこちらにね、されてたんですけれども、どうしてもこの家は水のものがものすごく多かったんですね。はい。なのに食器棚がこっちにあることによって、なんかこうずらーっと水のものが並んでる雰囲気で、
変な話、火のものが全く入ってませんでしたよね。要するにフライパンとか、鍋とか、もう満タンで満員御礼みたいな感じの火のラインだったと思うんですが、私が、このキッチンを攻略する上で重要だなと思ったのは、火のラインの攻略だなと思ったんですね。なので、水のものをこの作業ラインから向こうにして、こっちからこっちは火のものとして、実は攻略をしております。はい。フライパンも鍋も縦にして入らないとおっしゃってましたね、奥さん。安心してください。まあまあ入ってます。どうしても、ここに入らなかった鍋は、なんと奥さん、こちらの方に、ワン、ツー、スリーと入っております。あー、本当だ。このラインに、この火のものが入ったことによって、満員御礼が解消されたということで、まあ、ちょっとね、しゃがまなければならないんですが、まあ、ページがあることによって、どうしてもね、掃除がね、あんなに物があるとね、したくなくなっちゃうんですよ。はい。そして、奥さんが大好きだった、このプラスチックの入れ物。奥さん、捨ててませんよ。ちゃんと、しっかり、生かしつつ、ここには、こういう食材を、どっさり入れてますので、ここから取っていただければ、調理するのめちゃめちゃ楽だと思うので、この火のラインしっかり使っていただいて、まあ、これもね、ここに出てたものですけれども、ここに1個出し出すとみんな出て、今度あなたはここに置き出すでしょ。ここはですね、古方式で言ったら家族の絆を育む大事な場所ですから、ここに物を置くのやめてください。なので、まあ、使った後はちゃんと戻すということでやっていただくと、この上きれいに拭くことができますので、そして今日はね、せっかくご主人がいらっしゃるので、ご主人のね、曲げた腰の VTR を出しつつ、純子がどうやってこの腰を曲げずにコーヒーを入れるかってところをね、見ていただきたいんですが、まあ、今までってね、全部がね、こういったプラスチックの箱に入ってて、なぜかお父さんのものだけここら辺にあったんですね。ね、私は夫を愛してますってね、アピールもすごいんですけど、大して素敵ではなかった。はい。私がやったことはですね、まずトップオブザゴールデンにコーヒー類を持ってきております。しかも漏れなくサプリメントも飲みます。はい。ここはですね、愛する夫のためにね、大好きなものが入っていて、しかも毎日がクリスマスだっていうこのコップですよ。このご主人が大好きだというコップとね、このコーヒーとお湯さえあれば、ご主人はもう幸せなわけですよね。大満足ですね。ご飯を下げた後に一人でコーヒーを飲むという毎日なわけですよね。それがこのように一直線のラインで、もうここにお父さんの場所って書いておきましょうかね。だからここに物を置いちゃダメです。はい。お湯を入れていただけるようにするだけで、お父さんは一歩もというよりは腰をかがめずにこのラインでコーヒーが飲むことができますので、はい。見てください、ここ。なんて言ったらってご飯茶屋まであるんですよ。ほら、そうするとここで見てください。ご飯がよそえるわけですよ。これが古方式です。私はこれも収納の一部として考えておりますので、飾る場所にするのはいたしません。ちゃんと掃除をしてラブラブの毎日はクリスマスを置いておりますよ。はい。まあ、お母さんのお茶はね、ちょっと味ですけどね、まあ、お母さんのもいっぱいあるんでね、このサプリメントも全部お母さんですからね。はい。お母さんにこういうふうに使っていただいて、そしてこちらですよね。せっかく買った食器棚が、もうなんなら本当お母さんとママのね、器ちょっと取るぐらいのなんかもったいない感じになってたじゃないですか。でもせっかく新しい食器棚を買い替えたっていうか、買
大胆したんですよね。はい。プラスチックに変わってはい。今までこれが食器棚だったりしてますね、この家はね。なので、まあ、そういうのはもう卒業していただいて、もうこの一番いい場所に、もうこの家も全員が喉カラッカラみたいなんでねこっからね飲み物を飲む時には冷蔵庫も隣にありますし、お湯もこちらにありますので、ここは家族みんながね使う場所ということでね、使っていただけたら、はい。ね、もうほら今日朝食べて残ったパンも残ってますからここにねこれで食卓に出してもらって、終わったらこちらに戻していただくというふうにするだけでも、ほらなんかちょっと素敵な奥さんが住む家みたいなはい。感じになりましたよね。そうですね。どうですか奥さん。はい。なんかそうですね。ようやくはなんかせっかくやっぱ買った食器棚いがは本当に私と母しか使わないみたいないは状態になってたので、い。でこっちに置いてもどうやって使うのかなみたいな感じだったのどうやってで、使うのかな。もう朝来てびっくりしましたよ。もうリビングにすごいものの量が置いてあって「10個これ入れてくれ」ってふざけんなって話ですから私は魔法使いじゃねえぞって話でね驚いちゃったんですけどね。はいはい。やっとなんか定位置が決まって、ですからね大変でしたよ。ここにも食器入ってますからね。はい。いやだからね、ほんとお母さん言ってましたよ。こんな食器使ってないわっつってでも空いてるところもありますからね、はい。まだ入りますよ。はい。はい。食器棚がはい。うまくいってはい。どうですか。やっとそうですね。キッチン最終章かなみたいな。最終章ですよいやね。結構もうずっと模索して、まあ、模索というか、もう今ですね、このはい改装シーンでですね、めちゃくちゃここら辺がぐっちゃぐちゃになってたシーンから始まって改装シーンが流れてると思うので嘘ついた。いいですよ模索してたの。もう模索なんかこう模索っていうのかな、瞑想なんかうろうろしてましたよね。うん。はもうようやくこれで、いはいはい、うまく回るかなと。あるかなというはい感じですね。はよかったです。ご主人キッチン見てどんな感想ですか。見違えました。そうですね。掃除代金込みなんで、ものすごい。はい、掃除そう私掃除屋さんなんです実はね。はい、そうですね。掃除やっぱりしたくなりますよね。これ綺麗になって。そうですね。やっぱフライパンと鍋がうん。こう全部入ってるっていう状態は一回もなかったので、あ、本当に？はい、これはもう初のことなので、なるほどね。はい、黄色いフライパン1個がちょっとこの収納の中では規格外だったかなっていう。ただそれをね、ちょっと伏せちゃってる状態ですけど、まあ入らないことはないので、まあああいう状態にスタートラインにしていただければ、はいお掃除はめちゃくちゃしやすいと思うので、はいいいかなと思うんですが、はい、嬉しいです。そうですね。はい。この家の子供は私の本読んでるってことですね。なるほど。なぜかワクワクする片付けの新常識を読む小学校5年生。2年が2年生だったらね、すごいわ、最年少よ。私の本を読む小学2年生は最年少だって、これシニアのためのって書いてある。シニアのための本を小学校2年生が読むってね、素晴らしいですね、この家は。本当に。そうそう、僕のほらこの一番高い手作りのカップはこの一番トップオブザゴールデンにあります。一応ね、一番偉いクリスマスはここにあるんですけど、ここにあなたの大事なカップが、本当にあなたこれ一番でっかいせいで私後で困ったのよ。はい、この3シリーズですよね。大改造3回、ちょっと週末ビフォーアフターで3回来た落ちてないんで、はい、ただおかげでね、もうほんとまるっとやりましたよね。はいはい。ただご家族の皆さん忘れていると思うんですが、 YouTube で公開されますので大変なものの中で暮らしていましたけど、それが一掃されて、まあ本当に1回目はね、息子の部屋の地獄がすごかったですもんね。あの時ね、ドン引きでしたからね、私ね俺の部屋を作ってくれると思ったら俺の部屋が地獄だったっていうね。はい、そっからね、奥さんのその意識が変わって、あそこの整理頑張りましたよね。あれからの1ヶ月はかなりお母さん意識変わったかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱり景色って自分の意識を変えるかなと思いました。そうですね。すごい大事。
ですよね。であとはみんなが喜んでて彼女のいやもうずっと気になってたのでそうね、本当よね。私ガミガミ怒られてね、本当に景色が悪いって言われて、でもそういう意味で言ったら本当に努力して一生懸命片付けて、でもなんでこんなに片付かないんだろうってことでね、もがいていたお母さん。お母さんのそのなんていうんですかね、その息子だったり家族の笑顔のためにすごいこう1ヶ月ごとに頑張ったじゃないですか。この2ヶ月間の間に3回私も時間を置いてこれたことで、やっぱりこういった最後の砦なのでね、キッチンが、まあ、それはできたのはやっぱりお母さん努力かなと思うので、ほんと今回この2ヶ月もうお母さんの努力が見えて本当に良かったなと思って、もうこの家は私がいなくても大丈夫かなと思って、はい、今回の週末ビフォーアフターも大成功ということでよろしいでしょうか。はい、大成功です。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ということでこの家の丸ごと一軒大改造が見事終了して感動のフィナーレを迎えることができました。ということでね、今回はキッチン収納攻略ということだったので、この家のキッチン収納のポイントをお話ししていきたいと思います。はい、この家のキッチン収納のポイントはズバリこの棚でした。この家はですね、引き出しは余るほどあるのに棚が少ないキッチンでした。棚の特徴はいろんなサイズのものを自由に収めることができるというところなのに、白い箱を使って引き出しにすると大きな鍋やサイズがバラバラの食器類なんかを収めることができずに収納量が下がってしまいます。この箱は細かいものを仕分けて出し入れするのは便利なんですけれども、入りきれてないものがたくさんあるお家では使い方に注意が必要なんです。この家押し入れもこんな感じでしたよね。はい、ということで皆さんもね、なんかしっくりこない時はこの箱の使い方見直してみていただきたいと思います。ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは噛み合わない夫婦のお宅にお邪魔してまいりました。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。